皆さんこんにちは、アンリです。今日は日本の三大メガバンクの一つ MUFG、 つまり三菱 UFJ フィナンシャルグループが米国 Google とエージェンティックコマースと呼ばれる新しい外部体験の基盤構築で戦略提携したというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。報道によると MUFG は顧客が商品を選ぶ段階から最安の購入先を探し、ポイント還元を最大化し、最終的に決済を完結させるまで、その全工程を AI エージェントが自律的に支援するという基盤の実証を2026年度中に開始する方針です。具体的な実証シナリオとして、スマホで粉ミルクの缶を撮影すると AI が楽天や Amazon、薬局チェーンなどの中から最安の購入先と最もポイント還元が大きい支払い手段の組み合わせを提案し、ユーザーが承認すればその場で決済まで完結するという流れが想定されています。技術基盤としては MUFG の金融サービス EMT にGoogle クラウドとジェミニエンタープライズを組み合わせる構成です。MUFG はすでに2026年4月に OpenAI とも戦略提携を発表しており、今回の Google との提携はいわゆる二重提携体制、つまり複数の最先端 AI プロバイダーを用途別に使い分けるという戦略になります。それではこの MUFG×Google エージェンティックコマースの中身と私たちの暮らしに何が変わるのかを4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションは、エージェンティックコマースとは技術的に何が新しいのかという中身です。これまでのオンラインショッピングの体験を思い出してみてください。あるブランドの粉ミルクを買おうと思ったら、ユーザー自身がまず Amazon を開いて価格を確認し、次に楽天を開いてポイント還元率を見比べ、さらに近所のドラッグストアのアプリを開いて特売を確認するという複数の画面を人間が行き来する必要がありました。エージェンティックコマースが目指すのは、この画面を行き来する作業を AI エージェントが丸ごと代行するというものです。具体的には、スマホで商品を撮影すると画像認識 AI がその商品を特定し、複数の EC サイトの在庫と価格を同時に問い合わせます。同時にユーザーの持っている楽天ポイント、Amazon ポイント、クレジットカードのキャッシュバック、銀行口座の連動ポイント、これらを AI が自動的に組み合わせて、最も実質支払い額が小さくなる購入経路を計算します。最後にユーザーがこれで OK 承認すれば、 AI が EC サイトのカートに商品を入れ決済を実行するところまでを自動で行います。 MUFG と Google が2026年度中に実証するのは、この一連の流れを銀行口座を起点としてつなぐ新しい支払い動線です。2つ目のセクションは、なぜ MUFG が Google と Gemini エンタープライズを選んだのか、技術選定の背景です。MUFG はすでに2026年4月に OpenAI とも戦略提携を発表しています。OpenAI との提携では、チャット GPT エンタープライズを庫内業務、つまり融資審査の補助や社内文書検索などに使うことが主な用途と報じられました。一方、今回の Google との提携は顧客接点、つまりユーザーがスマホで使うサービスの裏側にジェミニを置くという用途が違う使い分けです。なぜ顧客接点でジェミニが選ばれたか、その理由は3つあります。1つ目は Google が Android スマホの圧倒的シェアと Google 検索、Google 地図、Google Pay、YouTube、これら消費者が日常的に使うサービス群をすでに抑えているという点です。スマホで撮影した画像を最安価格と結びつけるには、Google の広範なサービスとの連携が最短経路になります。2つ目は
Google クラウドのエンタープライズ向けデータ保護とコンプライアンス機能が金融機関の規制要件を満たしているという点です。3つ目はジェミニが画像、音声、テキストを同時に処理するいわゆるマルチモーダル能力で評価が高いという点です。粉ミルク撮影から決済までという流れはまさにマルチモーダル能力がフルに発揮されるユースケースです。 MUFG は校内業務は OpenAI、 顧客接点は Google という明快な使い分けを選んだことになります。3つ目のセクションは SMBC、 つまり三井住友フィナンシャルグループやみずほフィナンシャルグループ、こうした他のメガバンクがこの動きにどう反応するかという競争構造です。日本のメガバンク産業はこれまで横並びでデジタル戦略を進めてきました。コンビニ ATM、 スマホ決済、ネット銀行子会社、それぞれが同じようなタイミングで似たようなサービスを出してきた歴史があります。しかし MUFG の今回の OpenAI プラス Google の二重提携はその横並び構造を明確に崩しに来ています。 SMBC は2025年からマイクロソフトのコパイロットを校内業務で導入していますが、顧客接点の AI エージェント、特にコマース連動という領域では明確な発表がまだ出ていません。みずほは富士通や日立といった国内ベンダーとの協業を中心にしており、 AI エージェント領域では出遅れ感が否めません。 MFG が2026年度中にエージェンティックコマースを実証段階に持ち込めれば、その段階で SMBC とみずほは追随する形を取らざるを得なくなります。同時に横浜銀行が AI ボイスボットを導入し、月間1600件の証明書発行業務を自動化、応対時間を 50% 削減したという事例が5月に報じられました。地銀の本格運用事例として注目されています。さらに SBI 新生銀行が2026年3月期、つまり今期の純利益で前年比プラス 34% の最高益を計上しており、 AI 活用を含めた経営効率化が地銀新興銀行レベルでも結果を出し始めています。4つ目のセクションは私たち、つまり日本の一般消費者の暮らしに何が変わるのかという視点です。エージェンティックコマースが本格的に普及した場合、買い物の体験は3つの方向で変わると考えられます。1つ目は価格比較とポイント還元計算が自動化されるという変化です。これまでポイント還元を最大化するためにはユーザー自身が複数の EC サイトと複数のクレジットカードと複数のポイントプログラムを頭の中で組み合わせる必要がありました。 AI エージェントがその計算をミリ秒で代行してくれるようになれば、ポイ活、つまりポイント活動の労力が根本的に下がります。2つ目は銀行口座が買い物の主導権を取り戻す可能性があるという変化です。これまで EC サイトと支払い手段の組み合わせは EC サイト側、つまり楽天や Amazon 側が主導権を持っていました。しかし AI エージェントが銀行口座を起点に最適な購入経路を計算するという構造になれば、銀行が顧客の購買行動の入り口を取り戻す可能性があります。3つ目はプライバシーへの懸念が新しいレベルで議論されるという変化です。 AI エージェントがユーザーの購買行動、所得、口座残高、これらを全て把握した上で最適な購入経路を提案するということは、それだけ多くの個人データが AI に渡るということでもあります。 MUFG と Google の実証ではデータの取扱いルール、つまり何をどこにどれくらいの期間保存するのかという設計が極めて重要になります。ここまでの整理をまとめます。 MUFG と Google がエージェンティックコマース基盤の構築で戦略提携しました。
スマホで商品を撮影すると AI が最安の購入先と最大のポイント還元を計算し、決済まで完結するという体験を2026年度中に実証する方針です。技術基盤は MUFG の M に Google クラウドと Gemini エンタープライズを組み合わせる構成で、 OpenAI 提携と合わせた二重提携体制です。 SMBC とみずほは追随を迫られる立場になり、横浜銀行の AI ボイスボット、 SBI 新生銀行の最高益と合わせて日本金融機関全体の AI 実装が加速しています。私たちの暮らしにはポイ活の労力低下、銀行の主導権回復、プライバシー議論の進化という3つの変化が近づいています。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。